おはようございます。クレヨンです。この日は天気もよく散歩日和なので、金沢城に行ってみようと思い立ち、再度、金沢市内へ移動中。到着したのは、金谷出丸跡。ここから、ネズミ多門口を通って金沢城へ。ネズミ多門と、そこへ渡る、ネズミ多門橋。どちらも2020年に復元されたもので、下の道路はその昔、お堀になっていたそう。ネズミ多門の一番の特徴は、この黒ナマコ壁。この目地が黒漆喰の特殊なナマコ壁。他には類を見ないとのこと。入ってすぐ目の前に広がるのは、玉泉院丸庭園。高低差の大きい見事な庭園が広がっていました。ライトアップされている景色も素敵そうです。石垣巡りの案内を発見。金沢城は石垣の種類も豊富で、その違いを見て回っても面白いようです。続いて、極楽橋を通って、30軒長屋へ。国の重要文化財に指定されている30軒長屋。江戸時代から存続する建物で、欲しい倉庫、武器庫として使われていた歴史。冬季以外の週末、祝日には、内覧ができるとのこと。かねば取り残し済みという技法の石垣らしい。つなぎ目の精度とか、千鳥の細工の細やかさ。これを江戸時代にやっていたのが驚きです。続いて、御三門と並び称される。金沢城で最も格式の高い門3つを見ていきます。まず来たのは石川門。こちらも国の重要文化財。1788年の再建から時代時代の修理を重ね、現代に残るこの姿。200数十年前の人と同じ景色を見てるんですね。御三門はすべて、枡形門という構造。最初に通るこの門が、一の門。その先に現れる、二の門と、その間の、枡形空間でできている構造。この2箇所、石垣の作りが違うんですよね。後で調べたら、土時代の改修時にこうなったとのこと。こんな刻印が刻まれた石もありました。枡形空間と呼ばれるこの位置は、ここまで侵入した敵を、上の四方八方の櫓から攻撃する場所とのこと。これは、たまったもんじゃないですね。二の門を通り城内へ進みます。
続いてきたのは橋詰門。二の丸御殿へ至る最後の門なので、通行規制が最も厳しい門だったとのこと。橋詰門は、1881年に失火により焼失し、2000年代に復元された建物。2の門内部にある板書を覗き見れます。橋詰門を後にして最後の門へ移動。途中に見える長い建物が50軒長い。こちらも2000年代に復元された建物で有料ですが内部の見学が可能。中には展示品がいろいろあり金沢城の歴史と技術を体感できる施設になっているとのこと。菱櫓と呼ばれているこの場所。ここから広場を見下ろす眺望は圧巻のようです。こちらが御三門の最後、河北門。河北門の2の門櫓内部は無料開放中で、解説資料を見ながら内部構造を見られました。枡形部分と菱櫓が見えます。この後も敷地内を歩き、展示品や景色を見て回りました。今回は無料で見られる場所だけ回りましたが、それでも十分楽しめました。歴史と自然に触れられて、とてものんびり過ごせる場所でした。大手門を出て、近江町市場へ向かいます。お腹も空いてきたので、昼食にします。近江町市場のチャンピオンカレー。今日はミックスカレーを選びました。端の席に座り、お水を用意。待つこと一瞬。ロースカツ、ヒレカツ、ソーセージ。見た目も豪華なミックスカレー。ソースのかかり方、千切りキャベツも美しい。いただきます。安心のロースカツのうまさ。カレープラストンカツは間違いが見当たらない。ザ・金沢カレーといったどろりと濃厚なルーで辛さは控えめながら味わいは深く、人気の理由がうかがえます。もちろんヒレカツとソーセージも美味しい。ちょい多めのボリュームを欲していたので、この量がちょうどいい。ごちそうさまでした。その後、近江町市場の
集落へ、お土産の棒寿司を買いに来ました。種類が色々あって、どれも美味しそうですが、賞味期限が翌日までなので、買えるのは1本だけ。悩んだ末に、今回は、のどぐろにしました。近江町市場から少し移動。この辺りは泉鏡花ゆかりの地でもあると知り、新たな発見にワクワクしながら、浅野川大橋を渡ります。昨晩訪れた、東茶屋街に来てみました。やはり日中は観光客で賑わい、昨晩の静けさとは大違いです。外国人旅行客も多く、人気の観光スポットだと実感します。夜は気づかなかった風景や、昼にしか感じられない情景。時間帯が違えば景色も一新。裁縫でも新鮮な発見がありました。金沢観光はこれにて終了。ここからは帰路につきつつ、富山に寄り道して、今回の北陸旅を締めくくっていきます。おはようございます。日にちが変わりましたが、現在、まだ石川県にいます。富山県へ向かう途中で、山からの景色が見たくなり、宝達山へ向かっています。宝達山の駐車場に到着しました。日本海までしっかり望めました。前田慶次も絶景と称した眺め。展望台を見つけたので行ってみます。さらに良い景色が見られました。車で登るだけで見られるこの景色。手軽なのにとても良い眺めです。天気も良く、風も心地よい。なんとなく立ち寄った場所でしたが、朝から爽やかな気分になれる良い場所でした。朝の景色を眺めて、気分爽快。宝達山を越え、そのまま富山県側へ向かいます。時間は飛んで、お昼過ぎ。田園の食卓のLという洋食店に、遅めの昼食を食べに来ました。大きなトトロがお出迎え。ログハウス風の建物も相まって、可愛らしい雰囲気のお店です。14時過ぎの入店で、すぐに座れました。昼に通りかかった時は、駐車場が満車だったので評判通りの人気店でした。迷うほどメニューが並ぶ中、看板の粗挽きハンバーグを選びます。おすすめのソースを伺うと、桜味噌だれとワインマヨネーズバジル風味。今回は後者にしました。セットのサラダをいただきながら、しばし待ちます。野菜たっぷりのスープも美味しい。
マヨネーズの白にバジルの緑が映える色鮮やかなソースが食欲をそそります。いただきます。肉汁がたっぷりと溢れます。お肉の甘い香りも広がります。見た目と香りからも美味しさが伝わります。思わず白ご飯をかき込みたくなるうまさ。粗挽き肉の存在感が見た目にもはっきりで、肉感しっかり、旨味たっぷり。きらめく肉汁に程よく火の通ったお肉、見ているだけで幸せになる一皿です。添えられた野菜もフレッシュで美味しい。ワインマヨネーズバジル風味のソースはこの粗挽きハンバーグにぴったり。軽い酸味とバジルの香りがお肉の甘い脂を引き立てます。美味しすぎてあっという間に完食。ごちそうさまでした。最後にお願いして記念写真を1枚。地元で評判の名店。来てみて大正解でした。続いて訪れたのは道の駅稲美。木彫りが有名な場所だけあって入り口からたくさんの作品がお出迎え。すでに営業時間は終了していましたが、こちらのレストランはボリューム満点のメニューでも知られているようです。さすがにもう一人では食べきれませんが、大人数でシェアして楽しむのは良さそうです。奥にはオリンピックおじさんの展示コーナーも。この方はこの地域のご出身なんですね。中には思い出の品々が並んでいました。道の駅のショップを覗きます。駄菓子が山盛り。スーパーボールくじとかよく置いてありましたね。藤子不二雄の故郷ゆえドラえもんグッズも。お土産には木彫りの品もたくさん並んでいます。道の駅の横には木彫り工房が多数あり、店内には木彫りの像がずらりと並んでいました。からくり看板もしばし楽しみます。瑞泉寺まで歩いて行けそうなので行ってみます。稲美別院瑞泉寺は富山県南砺市の信州大谷派の別院。本山は東本願寺。戦国期は越中一向一揆の拠点で堅牢な石垣に囲まれ、建物の彫刻は稲美の職人によるものです。これが堅牢な石垣ですね。苔むした石垣が歴史を感じさせます。石段を上がると立派な山門が姿を現します。案内に逸話が記されていた。波に竜の彫刻。
竜の目と躍動感が見事です。山門を通ると、見事な建物や機器が広がり、歴史を感じる品々が目に入ります。体感料500円を山門を入ってすぐの受付へ納め、正面の本堂へ。本堂の左に太子堂、さらに奥に宝物殿が見えます。内部は撮影禁止です。その後も太子堂、宝物殿を巡り、見事な装飾や展示を拝観。続いて、建物の至るところに施された彫刻や装飾を堪能。細工の細かさに驚きながら、拝観時間ギリギリまで楽しみました。最後に、山門外の式台門。こちらでも見事な彫刻をじっくり眺め、瑞泉寺を後にしました。門前の八日町通りへ。ここでも、稲見ならではの景色を楽しめます。最後に、稲見八幡宮に立ち寄り、今回も素敵な旅に恵まれたことに感謝。そして、次の旅も楽しいものになりますようにと、しっかりとお願いして、今回の北陸旅は、ここでおしまいです。